はいどうも皆さんこんにちは。起動配信エリックです。今回はこちらの13 Minutes Sisters アルカカルティを塗装改造していきたいと思います。13 Minutes Sisters はティアーシャ1体しか持っていなくて、ちょっと塗装を改造するのがねもったいなくてできていなかったんですが、今回はねこちらのねアルカカルティの方が入手できたので、この子をね塗装改造していきたいと思います。もともとねオプションパーツというか付属品も大量についているキットなので改造のしがいがありそうですね。それではやっていきましょう。はい、というわけでいきなりですが、こちらがカスタマイズが完了したシスターになります。あとは塗装するだけですね。塗装していく前にそれぞれねどんな感じにカスタムしたのかを紹介していきたいと思います。とは言っても今回はですねアルカカルティのキットに入っているパーツでほとんど構成されてますね。それでは早速紹介していきましょう。はい、まずは頭部ですね。頭部はほぼいじっていません。ただこの前髪についているヘッドギアを取り外して、このね余剰パーツになっている3mm穴をカバーするための、ディティールパーツなんですけれども、それをねここにちょこっとつけただけです。このね前髪のヘッドギアを取り外して違うパーツをつけるだけでもね、かなり印象が変わってますね。はい、腕部分もほぼほぼそのままですね。ただ13 Minutes Sisters のオプションアーマーであるスピードアーマーを追加でつけてあります。もともとねリシェッタがベースということもあって、パーツのデザインの相性は非常にいいですね。はい、ボディ部分も特にカスタムはしていません。ただこの後ろの部分、この背面に装備されている尻尾、アルカカルティの脚部だったものを2つつなげてスピードアーマーのアーマーパーツを取り付けて、尻尾っぽく仕上げてあります。はい、続いて脚部です。脚部もアルカカルティのバックパックユニットだったものを足として取り付けてる感じですね。そこにこちらのスピードアーマーを取り付けていると。接続方法としては、アルカカルティのバックパックのこのね円柱状のパーツを、この太もものね軸にそのままぶっ刺して、足っぽくしているという感じですね。はい、そして最後にバックパックですね。バックパックが一番いろいろと組み替えた感じじゃないでしょうか。こんな感じですね。バックパックのジョイントを中心に、これもバックパックユニットのパーツを取り付けて、ウィングをね4本全部使いまして、この羽の基部のパーツは太もも用のジョイントパーツと、これも足に取り付けるね 3mm ジョイントのアーマーパーツを組み合わせて、さらにねウィングのついたハンドガンパーツを取り付けているといった感じですね。はい、というわけで以上がカスタマイズの紹介です。というわけで塗装に移っていきたいと思います。塗装の方に移ろうと思ったんですが、途中で気が変わりまして、ボディパーツをこちらのカスタムボディパーツの方に交換しまして、肌の色に合わせてフェイスパーツもねティアーシャのものに変更しました。そしてさらに頭部がちょっと寂しかったので追加でヘッドギアパーツを製作しました。こちらのパーツは13 Minutes ミッションのカスタムヘッドパーツを加工して製作したものになります。それでは気を取り直して塗装の方に入っていきましょう。メインカラーはインディーブルー、サブカラーはオレンジ、武装やフレーム部分などはミッドナイトブルー、シスター本体のメインカラーはエンジングレー、ワンポイント塗装にエナメル塗料のクロームシルバー、クリアカラーでコーティングした後デカールを貼っていきます。今回は特に公式戦とかにね出すわけではないので、普通に13 Minutes 以外のガンプラ系のねデカールも使用しています。髪の毛パーツはオレンジの上にクリアレッドを塗ってグラデーションっぽくしました。最後に艶消しを拭いて完成です。
はい、というわけで完成しました。シスター名はドラゴンがモチーフということでドラコカルティと名付けました。全体はこんな感じですね。青とオレンジを基調としたカラーリングです。それでは単純ではありますがちょっとしたギミックを紹介していきたいと思います。まずこちらの頭部のヘッドギアはこのように取り外して取り付け位置を変えることでマスクを装着した状態にすることができます。そして背中のウィングは取り外して手持ち武器として使うこともできます。これはアルカカルティのギミックそのまんまですね。脚部を変形させてアーマーの位置を付け替えることで4足歩行のドラゴン形態に変形させることができます。こんな感じですね。この人型がね4足形態の獣みたいな感じに変形するのは非常にかっこいいギミックですよね。さらに頭部のヘッドギアをこちらの、小型のものに付け替えてバックパックなどの一部パーツを外せばこのように軽装状態にすることもできます。はい、この軽装状態が一番手持ち武器が似合いますね。このように両手に、ウィングを兼ねるハンドガンを持たせることができますと、そういった感じですね。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。初めての30 Minutes Sisters の改造ということで自分の中でこういう改造をしたいという明確なビジョンがないままとりあえず作業を進めていました。思うがままに進めた結果良くも悪くもかなり自分の好きなものを詰め込んだ感じの子になりましたね。色は青色が好きですしモチーフとしてはドラゴンが大好きなんですよね。私今度作るときはアイペイントとか挑戦したいですね。次の30 Minutes Sisters の発売が楽しみです。というわけで今回の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram の方も更新していますのでよろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんの熱いコメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。機動配信エリック、どうもありがとうございました。